沼田鈴子さん、当時21歳。沼田さんは爆心地から 1.3 キロ離れた広島挺身局、今の中国郵政局の建物の中で被爆しました。閃光を見た瞬間、下敷きになり左足を失いました。沼田さんは左足の手術を5回受けるなど、原爆の後遺症に悩まされながら、被爆者の一人として平和の尊さと被爆体験の継承を願って語り部の活動を続けています。私はね、無意識のままで「助けてください、助けて」とね叫んだんです。そうしたらその声が聞こえたんですよね。誰か名前を言いなさいという声がしましてね、私は自然に自分の名前をね言っていたんです。そして今度気がつきましたらね、なぜか慌ててる男の人なんです。2人のように記憶していますけどね、いまだにその人は分かりません。慌てていてね、立って出ろ立って出ろという声だったんですけど、立つこともできないままに、私ぐずぐずしてたか言ったか分かりませんけど、その男の人が私の体の上のものをこうね少しずらされましてね、引っ張り出されるわけなんですからね。その時に「あ、足が」と言われました。でも「あ、足が」と言われてもですね、痛さも何も感じないわけなんですね。だから自分の足がどうなってるかも分かりません。人事のようにね、ただねぼーっとしたままにね、そのことを耳にとどめながら、そうしましたらね、僕の背中に追われなさいという声で、私がどうしてね立って追われたか分かりませんけど、背中に追われましてね、廊下に出ましたら、もう黙々としたね異常な匂い、異常な色のね煙がね立ち込めてきておりました。そしてね、何事ですかと聞いたんですけど、何かわからないか早く逃げましょうということで、この4階から3階2階1階とですね、きっと裏階段を通ったか、この階段を通ったか記憶は覚えておりませんけどね、一応この裏側にある運動場の方にね出るわけなんです。そしてその出口のところにね追われたままで、まず目に入りましたのは、この運動場の向こうがすでに広島大本営幼年学校、いろんな軍隊ね、そういうもののある場所だったの。目に入ったのがその方が真っ赤に燃えておりましてね、何で燃えてるかも分かりません。そして周囲を見ましたら、柳桜青木なんかがですね、日頃憩いの場所になっている、その木がボー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 燃えておりましてね、運動場の向こうの方から何かね気が狂ったようにしてね、くる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 舞いながら声をね出しながらの人の姿があったんです。誰ともわからないままでじっと見ていまして、だんだん近寄ってきた人はね、私の父だったんです。そうしました父はやっと娘と出会ったと思いましたら、ふと見た時に私の足がですね、左足首が骨も切れましてね、わずかばかりの筋肉が残ってすごい出血をしている、その足を見ましてね、もう何もかも人のことは思わないで、ただ娘のことばかりでね、娘を助けてやってほしい、何か持ってきてほしいということで叫んでいまして、どこからともなく畳が来まして、それに初めて横たわりまして、私は父もそして傷ついた人たちも私を助けながら、その運動場からこの燃えてる建物のそばをですね、ちょうどこのそばなんです、通りまして、この門のとこを出てこの辺りですね、ここへ今白島線が通っております。この辺りに避難いたしました。そしてそこで気がぼーっとしているのが意識がはっきりするわけなんです。物がしっかり見えるようになりました。燃えてるあちらこちらの姿、そして苦しんでる水、お母さん苦しい助けてというね声があちらからもこちらからもそばからも耳に入るんです。そして「あ、ここも死んだ、ここもああまた死んだ」という声も入りました。だけど私は恐ろしいとも何も感じないままにね、その時はまだね意識はぼーっとしてたんじゃないかと思います。だんだんとその声がはっきり聞こえてる。そしてとぼとぼと私は横たわってる頭の先の方、こちらの方から歩いてくる人たちが
行列があったんです。パタンと倒れたら死んでいくんですね。私の周囲はそういうことの中に、私はその記憶をしっかりと留めているんです。なぜそれが留められたかと言いますと、止血をしてもらって血が止まりまして、一応私が助かったわけです。ところがですね、その意識がはっきりした時に右の足の方をねふと見ましたら、傷だらけのね男か女かわからないものがうずくまっていました。お姉さんという声がしました。妹だったんです。そしてあらと思った時、空がねこの一面真っ暗になりましてね、雨が降りました。色も覚えています。後に放射能の恐ろしいものを含んでる雨なんて思わないままで、私の切れた足も当たりました。死んだ人にも当たりました。声を出してた人も当たりながら、みんな静かなひとときを過ごしました。この定神局の玄関と帰ってきましてね、私は足に何かあったんかなと思い、足がどうなってると言った時に、妹が「お姉さん足がなくなった」と言って知らせてくれました。その時に私は本当に心から出た言葉は「お嫁さんに行けなくなる、階段も上がれなくなる、仕事もできなくなる」とね叫んだらしいんですね。あまりにも私がね叫ぶためにね、怪我をしている人たちもみんな階段を上がれるよ、お仕事もできるよ、お嫁さんに行くこともできるよと言ってね慰めてくれたんですけど、私はその記憶はねあまりないんです。後に聞きました。ウジ虫がですね床を這います。いろんな人の体にも這います。私の体もね足にも湧き、そして体も這うわけなんです。ところが私の左側に15、6センチしか離れてないところにですね、右腕をですねお家で下敷きになってね亡くされた方がですね、だんだんひどくなっていきましてね、その右腕にはですね大きなウジ虫、太ってたウジ虫だと、それがですねこの右腕にこうやって立ってるんです。立ちながらねうじゃうとしてるんですね。こうね横に這うんですけど、もう立って動いてるんです。それをこうしてね横に向いてみましたらね、それが恐ろしくて怖いウジ虫を取ってと叫んでおりました。そのね叫びでね、私の街道に湧いたウジ虫をみんなそーっと取ってくる。あちらの人もねみんなウジ虫を取ろうとするんですが、なかなか取りにくいウジ虫だったんですね。やけどをした人たちにも顔もね、そして首の方、しかも口の方もね、鼻の方もねウジ虫がね這いましてました。そしてそのウジ虫に苦しみながらね、そのお母さんは赤ちゃんをしっかりね左の上で抱いていたんですよ。ところがねその赤ちゃんがね抱かれたままでですね亡くなったんです。本当にですね私のすぐそばでウジ虫の湧いたその姿、腕がなくなったねその姿、今も忘れることできませんです。信じることの恐ろしさなんです。私たちは戦争中ね本当にですね間違ったことを信じさせられた。今度こそね信じてはいけない、騙されてはいけないと思っております。だからこそ物の見えなかった私たちは被爆体験をし生きていく中でね見えるものにねなっていく。体験を話すことの中でやはり勉強もしなくて、そして見えるものになった私たちだから、若い世代の人たちは自分のこととしてですねしっかりと学んでいただきたい。私はよく申し上げる言葉なんですけど、昔から日本にはね今日は人の身、明日は我が身という言葉があるわけなんです。今日は無事だと思って過ごしたこともね、明日はその無事なことはね恐ろしいことに変わって自分の身に降りかかってくるんです。それを私はいつも申しております。皆さんもねいろんなことの中から、あれはよそのこと人のことでなくってね、これは今日はねよそのことと思っている、人のことだと思っていること、いや決して人のことのように思ってはいけない。明日は我が身に降りかかってくることだと思っていただきたいと思うわけなんです。